ちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんはクチュールローズシリアですが、お父さんがわからなくなってしまった子です。とっても綺麗なクリーム色です。で、お花を近づけますと、柑橘系ではないフルーツの香りがほのかに、ごくわずかにしているようです。全体像としてはこんな感じです。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。鮮やかな朱色のようなお花です。この子はお母さんがカーディナルフュームで、お父さんがロマンティックアンティークです。お花を近づけましても、残念ながら香りはない子のようです。でもその代わりお花持ちがいいかもしれませんね。全体像としてはこんな感じです。カーディナルフュームの子で、花枝が自由奔放にあちこち伸びたり広がったりしているので、生け花のようにも見えてきます。黒点病もすでに出てきていますが、花つきは良さそうですし、あとカーディナルフュームに似て次々と新しい新芽が伸びていくタイプだと思いますので、そこまで大病性気にしなくても大丈夫なこの気がします。はい、こちらの小さいお花も2020年に私が交配したバラです。お母さんがカーディナルフュームで、お父さんがだんじり林02です。ピントがなかなか合いませんね。こんなに小さいですけど、お花を近づけますとティーの香りがするようです。全体像としてはこんな感じです。大病性はあまり良くないようですね。このお花はたまたまこんな風に咲いただけかもしれないので、次のお花を楽しみに待ちたいと思います。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがダフネで、お父さんがラジオです。お色がラジオの娘という要素をすごく持ってると思うんですが、実は香りもラジオに近いものを持ってると思います。ティーベースの香りです。全体像としてはこんな感じです。割とトゲトゲがすごいですね。お花つきもいいようですし、大好きな服飾系のバラができて嬉しいです。ダフネとラジオの子が満開になっていました。咲き進んでしまったので、今はちょっと同じ咲き方になってしまっていますが、花開く途中はいろいろなお色が出て、花形もいろいろと変化して楽しかったです。お色はラジオの要素を引き継いでいると思うのですが、お花が咲き始めて4日目になるのにまだ散る気配がないので、ダフネの
お花持ちの良さも引き継いでくれたのかなと思います。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子は両親は残念ながらわからなくなってしまっていますが、とってもいい香りがしてます。ダマスクと芳醇な果実と、それから爽やかさがあるのですが、ハーブの香りかなと思います。全体像としてはこんな感じです。黒点病も出ていますが、花つきよく、何より香りがいいので大きくなるのが楽しみな子です。それからこの子は今ざっと見回したところ、トゲが全くないようです。バラのトゲが苦手な方は多いと思いますので、トゲがないのは大きなポイントになりますね。はい、この子も2020年に交配した私のオリジナルのバラですが、両親がわからない子です。お花を近づけますと、柑橘系ではないフルーツの香りがほのかにしていると思います。波状弁でうっすらカップ咲きのような気がします。全体像としてはこんな感じです。この子は今年初めて咲きました。それから株元に新しい芽吹きを発見しました。この子たち3年前に種をまいたバラなのですが、3年かかってようやく発芽するという苗もあるそうなので、もしかしたらその時の種かもしれませんね。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラなのですが、この子も残念なことに両親がわからなくなってしまっています。お花を近づけますと、何か蜂蜜のような甘い香りがふんわりしています。明るい黄緑色の葉っぱと強いオレンジ色がとても印象的でチャーミングな子だなと思いました。花びらもとっても密ですね。遠くから見たときはあまり面白くない子なのかなと思いましたが、私はとても気に入りました。かわいいです。はい、咲いてから4日目のお花です。運んでくるときに花びらが散ってしまったのですが、咲き進むとオレンジ色がだいぶ落ち着いたピンクになるようです。で、花びらの中央が黄色のようですね。たくさんの花数で咲いたらお花色のグラデーションも楽しめる子だと思います。楽しみです。はい、そしてこちらは去年初めて咲いた時から私のお気に入りのオリジナルのバラです。お母さんがアプリコットドリフトで、お父さんはマルクシャガールです。お花を近づけますとティーの香りがしています。お色もとってもふわふわとしていて優しくてお気に入りです。全体像としてはこんな感じです。去年から全く切り戻していないので、全体的に葉の枝が伸びて自然とたわんでいます。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは
また近いうちにお会いしましょう。